どうもこんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。今回は義弾回し蹴りに命を懸け、魂を込め、そしてその足跡を残した男、その一人といたしまして、格闘マシーン、そう呼ばれ恐れられた黒沢弘樹について、その第2弾といたしまして、第16回全日本大会で初出場、初優勝、最年少という記録を樹立したものの、17回全日本大会は準優勝、そして18回、20回、21、22回、そして第4回世界大会では思うような結果を出せない中、迎えた第5回世界大会のその大活躍ぶりからお話しさせていただきたいと思います。初戦、右内股下段回し蹴り一発。その想像を絶する破壊劇は会場を戦慄させるのに十分なほどの衝撃を持っていました。続く2回戦3回戦も強烈なパンチを交えての右の下段の連発で迫力さえ見せつけての迎えた4回戦、ニュージーランドのケビン・ペッペラルを相手に、まずは会場中に鳴り響くほどの重爆撃のような左ミドルが炸裂。さらにケビン・ペッペラルが攻めてくるところをさばきながら右ローキックで崩して、さらに左ミドル。ケビン・ペッペラルに彼が得意とする強烈なパンチを許さない。さらに上段回し蹴りで崩したところにカウンター気味の左ミドルの一撃、技あり。さらに黒沢弘樹の勢いはとどまることを知らず、ローキック、ミドルキックの鶴瓶打ち、連打、それが炸裂して会場に打撃音が響くたびに観衆は興奮の留守と化し、歓声がこだまする。さらには珍しい後ろ回し蹴りさえ繰り出して、最後は右のローキックで仕留めました。そして5回戦、対戦相手は川本栄一を膝にて仕留めたラウル・ストリッカー。2段蹴りで飛び込み、中段回し蹴りから掴んでの膝蹴りを連発するストリッカーに対し、黒沢弘樹はあくまで冷静に対処し、下段回し蹴りを決めて判定勝ちをもぎ取り、迎えた準々決勝、極真史上最強クラスの実力を持つ21回全日本大会の覇者山木健二、凄まじい余力で迫り、かかと落とし、下段回し、右の鍵突き、それで迫ってくる山木健二を相手に黒沢弘樹はそれを何とかしのぎ、ローキックを返して耐え、互角に持ち込み、そして体重判定に持ち込みます。黒沢弘樹の174センチ88キロに対して山木健二は187センチ105キロ、17キロもの体重差を持って黒沢弘樹はついに準決勝の舞台まで上がりました。そこに立ちふさがるは身長165センチにして体重70キロ、その体格で一本勝ちを連発して勝ち上がってきた小さな巨人緑健二。それは極真史に残すべきほどの凄まじい戦いとなりました。序盤は黒沢弘樹が強烈なローキックを叩き込んで緑健二の足を潰そうとしますが、それに呼応するように緑健二はステップワーク、そしてその大会のキーポイントとなった強烈無比の中段回し蹴り、さらには重量級と並べてなお引けを取らないものすさまじいパンチによって反抗性を取られます。両者一歩も引かない激闘となりましたが、延長再延長となり、やはり本戦で緑健二の足にダメージを与えていたということで、どうしても黒沢弘樹はそちらに狙いが集中してしまい、対して緑健二は前蹴り、後ろ蹴り、膝を加えた様々な方面からの多面攻撃によってそのローキックの間合いを外し、常受けされ、どうしても緑健二寄りの組手に引き込まれてしまいます。結果体重判定で黒沢弘樹はあと一歩優勝に届きませんでした。しかしこの大会3位決定戦も凄まじいものがありました。相手はこの大会の台風の目となったカナダの巨芸
ジャン・リビエール、あの無冠の帝王、前年の全日本大会優勝を果たしている増田明でさえ体重判定でしか勝ち得ることができなかったその巨体、打たれ強さ、そしてパワーを相手に黒沢弘樹は下段のみならず上段、中段、そしてパンチを炸裂させ、容赦ない連打をお見舞いして場外に叩き出し、顔面へ上段回し切りを何発もクリーンヒットさせ、一切の反撃を出さず独壇場へと持ち込みます。まさに優勝への道を閉ざされたその悔しさを爆発させた形となり、世界3位を証明しました。しかし翌年に行われた第24回全日本大会では優勝候補をナンバーワンとして迎えたものの、2回戦にて杉村太一郎と対決し、再延長にて判定5対0と敗れるという不本意な結果に終わっています。続く25回全日本では6位に入賞したものの、26回全日本大会では1回戦を下付きで一本勝ちで突破しましたが、3回戦で軽量級史上最強の男、人間風車谷川浩と激突。その常軌を逸した打たれ強さ、体幹の重さ、そして異名通りのステップを捉えきれず、強烈なパンチと変幻自在のキャリーに翻弄され、全日本大会のキャリアはそこで終わりを迎えます。そして極真空手最後の大会となった第6回世界大会、初戦を左中段回し蹴り、右中段回し蹴りで合わせ1本で最高のスタートを切り、続いてハードパンチャーのステファン・タキワを相手に押して押しまくり、そしてアメリカのタク・中坂を相手に開始直後から左中段回し蹴りと右下段回し蹴りと乱れ打ち、そして相手が下がったところに必殺の左下段回し蹴りからの右下段回し蹴りを追加して、さらに相手がたまらずすね受けをしようとして足を浮かせたところに強烈無比な左下段回し蹴りを叩き落とした技あり。続行したところに左中段回し、右下段からの右前蹴り、さらに左中段回し蹴りの音が会場に響き当たる。そして右上段、右前蹴りを蹴って相手の体を浮かせたところに、またも足が上がってくるところにカウンターの左下段回し蹴りが炸裂。タク中坂は2回転マットの上を転がった。会場が興奮のるつぼに巻き込まれ、黒沢弘樹ここにありという会心の一本勝ちでした。黒沢弘樹はこの大会、まさに今まで培った技のその全て集大成を見せようとしていました。そして迎えた準々決勝、対戦相手は前回の世界大会でも同じく準々決勝でぶつかった超巨大戦艦山木健二。まさにここが最大の山場でした。前回大会山木健二はプライベートでトラブルがあり、そのために精神的に追い詰められ、稽古に身が入らず、まともな日常生活すら送れない状態にあり、その進化を十分に発揮できたとは言えませんでした。しかし本大会の山木健二はまさに本人が持ち得るパワー、そして培った確かな組み手を存分に発揮していました。山木健二は序盤からその体格差を生かし、長い足を生かし、黒沢弘樹の間合いの外側から前蹴りを連発し、そして前傾したところにうまく崩す形で前蹴りを決めて早々に転倒を誘い出しました。さらに出会い頭の前蹴りで再びの転倒、これは判定の場合印象が良くはないでしょう。さらに長距離からの前蹴り、左ミドル、インローキック、後ろ蹴りで黒沢弘樹は全く自分の組み手ができません。接近してからも膝蹴り、強烈なパンチで常に山木のペースで試合は進みます。本戦終了、判定、旗が2本上がり、主審もそれに習い、山木健二の勝利。黒沢弘樹の第6回世界大会がここで終わりました。試合後、黒沢弘樹は語ります。今回が最後にしようと思ってましたからね。もうちょっとこうやりたかったですね。僕の試合を見ていた生徒たちがね、きっと来年とか再来年に
僕は今度は喜ぶような結果を残してくれると思いますね。そうなってくれるだけでも、そうなった時に今の気持ちが晴れるかもしれないしね。その後彼は K1、さらにはプライド、そういったキックボクシングや総合格闘技の試合にも挑戦し、その生き様を最後まで燃焼し尽くそうとしているようでした。特にプライドでは、イゴール・メインダートを相手に、メインダートの強烈な投げにより人体を断裂しながらも、それに構うことなくローキックを放ち続け、後ろ回しまで出したところで限界を迎え、立っていることすらできない状態となり、それでも最後まで相手に立ち向かおうとしていました。第5回世界大会の選抜戦となった第8回全日本ウェイト制大会では、重量級の準決勝で篠部康弘と激突し、再延長の末の判定の直後、黒沢弘樹の左手が薬指から開放骨折により骨が飛び出していることが判明し、そんな状態で突きを放っていることが会場中に知れ渡ることになります。ドクターの消毒により初めて表情を歪め、それでもなお同情生たちの担架を拒否し、先輩である小笠原和彦の土星に押される形で自らの足で控室へと歩いていったという、長い極真の歴史でもこれほどの闘争心を持った男はいなかったと言えるかもしれません。この魂はそれを目撃し、伝え聞き、感動した者たちの手によって、そして何より彼が望んだ、彼が育てた生徒たちの心によって、これから先も途絶えることはないでしょう。私はこれからも忘れるべきではない、忘れてはいけない、そんな胸に響く心の男の生き様を紹介していきたいと思います。ですのでぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただき誠にありがとうございます。